えぐっ今、電波障害起きて、死んだんだけど、一気にノーマルにしたら、生きて帰ってきた。やばいな、これ、マジで。本当にすげえな。はい、皆さんおはようございます。今日はね、日曜日なんですけれども、今回はですね、こちら、ダン最近ね、僕のね、作品と、あとはレビューね、見ていただいたと思うんですけれども、今回はですね、この DJI の FPV、DJI さんから新しく追加されたラインナップなんですよ。ビッグシリーズ、ファントムシリーズ。これが、FPV っていうラインだと思うんですけれども、初めて出てきたということで、やっぱりどうやって撮るのか。で、あとは、撮るまでの準備とか、そういったね、情報とかもまだ世の中にないと思うので、しっかり僕が、本当にゼロから、解説できたらなと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、ちょっとね、僕もね、やっぱプロではないので、法律面の、専門知識とか少しね、抜けはあるかもしれないんですけれども、しっかり概要欄に正しい情報も記載しておきますので、よろしくお願いいたします。はい。でですね、じゃん。まず見てください。こちら従来の FPV ドローン。こんな感じですね。こういう5インチのものとか、こういう羽が当たんないやつとか、こういういろんなね、FPV があって、わざわざこれを、この双葉のプロポにバインディングして飛ばしていたんですね。で、しかもここにアクションカメラとかを乗っけて、で、こういう、ファットシャークのゴーグルとかでつけるみたいな。このね、僕も結構前から飛ばしてるので、これをつけているこのスタイルとかはよく見ていたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今回こういったものは一旦すべて、もうこういうのとかもね、もう日本一周中に墜落したものとか、もういっぱいあって、もう総額いくらかかったかっていうのも本当にわかんないぐらい、めちゃめちゃ大変でしたと。そういう、過去のバッテリーとかでも爆発しないように、しっかりこういうやつに入れてたりとか、超大変だったんですけれども、至ってシンプルな、本当にマビックのね、このセットアップに少しゴーグルがついたような、このコンパクトサイズで FPV ドローンを本格的にね、飛ばせるようになったっていうところが、一個のね、イノベーションだと僕は勝手に思っております。で、今回はね、実際にこれを飛ばす方法とか、準備とか、法律面とか解説していきたいと思っております。後半にはね、実際にこれ外に飛ばしに行きますし、今回ね、国土交通省から許可をもらっていますので、そこはしっかりと、許可を得た上で解説していきますので、よろしくお願いいたします。まずですね、こちら、FPV ドローン。本来ね、FPV ドローンって目視外飛行だったりするので、しっかりとした許可が必要になってくるんですね。で、あとは、免許か。僕、無線技師免許っていうものを持っていて、こういった、5インチのドローンを飛ばすときに、免許を常に携帯して、飛ばしていたんですね。その免許を取るためにも、僕がこうやって机に向かって勉強していたわけなんですけれども、今回ね、こちら 2.4GHz の周波数帯なので、免許が不要なんですね。それはレビューでもお伝えしたと思うんですけれども、本当に今までは FPV やるためには、わざわざ免許を取りに行ってから、練習してから、繋げてからって言ってめちゃめちゃ工数がかかったんだけれども、本当に今回のこれは、購入しちゃえば、とりあえず FPV 飛ばせるよっていうところが本当にね、一番の魅力だと思っております。で、とはいえね、これってやっぱり航空法の200g 以上の重い機体なので、どこを飛ばすにもしっかりとね、国土交通省の許可が必要になってくるんですね。例えばよく聞くのが、ドローンを飛行するときに、人口密集地帯 NG、あとは航空機とかが通る周辺は NG、あと夜間 NG みたいな話はよく聞くと思うんですけれども、もちろんそれは、ダメです。そういった環境下で飛行はできないんですけれども、プラスアルファね、NG 項目に満たしていない環境でも、やっぱり飛ばすってなるときは、200g 以上は国土交通省の許可が必要になってくるんですね。なので今回も僕ね、この FPV を飛ばすときにはしっかりと許可を得て、撮影する場所とかも、専門の行政書士の方に相談して、飛ばしていただいた次第になっております。はい。なのでね、これを購入したからといって、気軽にね、すぐ、そこら辺で飛ばすってことはね、少し難しいんですけれども、しっかりと、許可等を取れば、問題ありませんので、ぜひそこら辺参考にしていただけたらと思っております。はい。こんな感じでですね、今、これが多分ね、FPV ドローン購入したら入ってるセットアップになると思うんですけれども、まず一番最初にやるのはですね、こんな感じでバッテリー抜いている状態。
で、羽が4つあるんですけれども、今回この羽ね、マビックと同じしっかり方向があるんですね。こちら赤い部分と、こっちの赤い部分。赤と何もないところがあるんで、赤い丸がついてるところっていうのは赤を入れますね。はい。もうすごく至って簡単です。少し押して回すだけなんで、ご安心を。はい。こんな感じで全部気軽につけますと。こんな感じで羽がつきました。で、羽かなり鋭利なんで、本当に気をつけてくださいね。で、バッテリー、お尻の部分ですね。に、これを装着させます。で、普通に刺して、まず一回カチャンって言います。はい。言った後に、ここの電源供給のところをしっかりと差し込みます。これで、レンズキャップをこうやって外したらですね、実際にもう飛ばせる状態になってます。電源ボタンを1、2、DJ を押しすると、わーおって感じになるわけですね。はい。電源つきましたと。で、コントローラーは同じです。ここ、スティックがくるくる回るんですね。だからこれをここ側にはまっているので、しっかりと取り付けた上で、アンテナ立てて、1、2、DJI 押し。すると実際につきましたと。で、こちらも、モバイルバッテリーみたいな感じなんですけれども、このコードをゴーグルに取り付けて、ここも1、2、電源がつきました。こんな感じです。はい。で、電源の付け方はもうほんとこんな感じでイージーでして、アンテナとかもね、ここ、ねじれば取り付けられるんですけれども、まず、これね、電源つければすぐ飛ばせるってわけじゃないんですよね。一旦、このゴーグルとこの機体をコネクトさせる作業をやったりとか、このコントローラーとこの機体をコネクトするために、少しね、設定が必要になってくるんですけれども、そこをね、説明してしまうと時間がなくなってしまうので、ぜひ DJI の公式の、コネクト方法をぜひ見ていただけたらと思っております。で、僕はね、もうすでにこちらコネクトしたので、もう実際に飛ばせる状態になっております。飛ばす場所に行ったらですね、まずこういう感じで全部電源をつけて飛ばせる状態にして、で、あとはゴーグルをつけます。このモバイルバッテリーとかポケットとかに入れて、はい。つけて、あとは飛ばすだけになっております。でですね、一応ね、この後もお話しするんですけれども、マニュアルモード、もう完全に FPV モードだと本当に訓練が必要なので、ビジュアルフライトっていうこのシミュレーションアプリで練習をするんですね。で、これはね、iPhone からダウンロードして、実際にこのコントローラーとゴーグルをつなげて練習をすると。で、これ練習しないと飛ばすのは本当に危険なので絶対やってください。僕はちょっと感覚がもしかしたら良かったのか、1日ぐらいでかなり狭いところ攻めれるようになったんですけれども、基本的にシミュレーションでそこまで攻めれれば、外で飛ばすってことは容易だと思っているので、ぜひシミュレーションでたくさん練習してからマニュアルモードはチャレンジしてみてください。で、FPV モードがまだ難しいよ、一旦飛ばしてみたいっていう方は、ノーマルモードとか、ちょっと頑張ってスポーツモードとかすると、ちゃんと制御もしてくれるので、安心ですよ。はい。それではね、実際にビジュアルフライト、FPV のシミュレーターを使って、練習。で、この後ね、実践するっていう流れをね、やりたいと思っております。まずですね、こちら全部電源をつけてください。今全部ついている状態ですね。で、一応こちらのコードで、ゴーグルと iPhone をコネクトさせるっていうイメージになっております。で、このね、シミュレーターの一番の良さってのは、実際にここでプレビューをしながら、このコントローラーを使用して、もう本番と、同等のね、イメージで操作できるってことなんですよね。はい。こんな感じで iPhone でアプリケーションがあるんで、今回はね、フリーフライトを押していきたいと思います。はい。実際ここで飛ばします。じゃあ、早速、僕の簡易的なシミュレーターやっていきたいと思います。GO! はい。
じゃあそんな感じでですね、ちょっとシミュレーターも終えたということで、じゃあ実際に、飛ばしてみましょう。これ外でまた実践やるんですけれども、実際にどのようにして上昇させるかってことをやりたいと思います。で、一応ね、室内なんで、こういう時に、マニュアルモードは絶対やらないようにしましょうね。危ないので。で、一旦ノーマルモードでフライトさせます。で、今回ね、マニュアルモードの場合ってのは、これ、スロットルが中心なんですよ、本来。なんだけど、これだとマニュアルモード使えないので、後ろのね、ここをパカッと開けて、ネジで調整すると、スロットルが下に下がりますと。そっから、マニュアルはフライトするようになります。で、この状態でもノーマルモードでの飛行はできます。いつも通り DJI と同じで、こっち側でコマンド、いきますよ。はい。こんな感じです。で、あとは、上昇させるだけ。いきます。やはり FPV とはいえすごく安定してますね。これがノーマルモードです。で、このままスポーツモードに変えることができます。もっと感度が高くなるんですよね、スポーツモードだと。はい。で、着陸をさせます。こんな感じでですね、基本的に離着陸の場合ってのは、マビックと同じモードで飛ばして、で、攻めたい時にマニュアルモードにするのが一番いいかもしれないですね。はい。じゃあ実際にこれから外に飛ばしに行きたいと思います。そこでは、ガチで僕が操縦していきますので、はい。行きましょう。はい。皆さん、到着しました。それではね、早速、この場所で FPV ドローン飛ばしていこうと思うんですけれども、準備としては本当にこのぐらい身軽なセットアップですね。で、まず電源をつけて、もうすべてやるんで、ぜひ、撮っててくださいね。はい、まずやってます。でですね、最初飛ばすとき、僕は結構マニュアルモードでやることが多いんですけれども、これ最初飛ばすときにマニュアルにすると結構難易度が高いので、ノーマルとかスポーツモードで飛ばして、ある程度ね、安定なところまで行ったら、マニュアルに変更して、攻める、みたいなことを今ね、やりたいと思っております。はい。で、そのね、マニュアルに変更するところもね、少しコントローラーをこうやっていじって、コマンドを使わなきゃいけないんですけれども、それもしっかりこのゴーグルで今回録画してお伝えしたいと思っております。まず電源つけていきます。はい。もう早速飛ばせます。で、設定。僕基本的には 4K の 60フレームの D シネライク。そして、明るさはね、今のところオートにしてます。結構ね、細かなね、設定とかって、やっぱり、操作してる時には難しいので、はい、基本的にはオートで飛ばしていて、コントローラーのここでレックを押せるんですよ。見てください。ここでレックを押せるんで、従来の FPV だとずっと長回しになったんだけれども、ここでレックして取りたいところだけ取るっていうことができるんで、早速飛ばしてみたいと思います。まずノーマルです。じゃあ行きますよ。ノーマルで行きます。はい。こんな感じで一旦フライトさせました。レックします、一応。じゃあ今ノーマルモードで今安定してるんですけれども、ここでちょっとコマンドを使ってマニュアルモードに変更したいと思います。じゃあいいですか？ここのコントローラーをマニュアルにしますね。マニュアル。今、障害物モード。障害物減速モードってものがあって、障害物近くなると減速するモードがあるんですよね。で、それは、つけてると安全なんだけれども、やっぱり攻めをするときにはちょっと、もったいないかなっていうところがあるんで、僕は今オフにしました。で、次にね、M モード姿勢制限ってものがあって、これをオフにしないと、急降下みたいなのはできません。だからこれもオフにしたいと思います。はい。そういう設定を今しました。はい、マニュアルにするとアングルが一気に変わります。で、ここからマニュアルモードの切り替えをカーソル、はい、合わせました。はい、マニュアルモードに変わったっていう、少し、なんて言うんだろう。モードコマンドをつけると、勝手に変わってくれます。で、ここからもう完全に、マニュアルモードです。いきますよ。ちょっと僕たちの前通りますね。だからこうなってくると、本当に全自動になってくるんで、やっぱ危険ですよね。速度とかも変わってると思います。これ今、僕そのカメラのアングルを 25% にしてるんですよ。そんぐらい 25% ぐらいやんないと、スピードが出ないというか見えづらい。
すごい音ですよね。はい、で、一回帰還しますね。で、帰還させるときにマニュアルって本当にむずいんですよ。一回ちょっと帰還させてみますね。で、これ、電源のオンオフが従来のそのノーマルモードとは違って、ここ、わかります？ここのスタートストップってものを2回連続で押さないといけないんですね。だからこんな感じで、いきますよ。ほらほら、こんな感じでもう綺麗に安定しないんで、こうやってじゃあ、徐々に下げていきます。下げていきます。下げていって、地面近くなったら、いくよ。地面近くなったら、ダブルクリックで、はい。ここを2回押すと、スタートストップ。なので、まあ、本当にこの、なんて言うんだろうな。マニュアルモードでの離着陸って本当難しくて、最初のバランスが特に一回いきますよ。わかります？ちょっとね、後ろが浮いちゃうんです、先に。だから、前進しちゃって前の羽をぶつけてしまう可能性があるんで、少し、上げる前に、この、後ろ向きに少し下げてあげる。そうすると、こんな感じ。最初前進すると少し前に行っちゃうんで、はい。で、マニュアルモードが危なかったら、すぐにノーマルに変えてあげる。はい、今変えました。変えるともう大丈夫。ホバリングしてくれるんで、あとは安心に変えてます。これいつも通り。はい。ちょっと着陸する場所が綺麗じゃないと、こういう風に着陸してくれないので、気をつけてください。僕のおすすめは、マニュアルで離着陸をするんじゃなくて、ノーマルモードで離着陸をして、攻めたい時だけにマニュアルにするっていうのが一番おすすめなモードなので、ぜひ皆さん試してみてください。はい。じゃあそんな感じでちょっと解説は終わりです。僕が実際に本気で飛ばすモードやっていきたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。今回 FPV ドローンの、撮影方法とか、基礎からね少しお伝えしたんですけれども、やっぱりねこの動画を見るだけじゃさすがにできないと思うんですよね。僕も日本一周中たくさん失敗とか経験をして今のこの撮影方法に至るので、ちょっとね難しいんだけれども、僕からね皆さんにお伝えする一番のアドバイスは、今回ね DJI ビジュアルフライトっていうシミュレーションアプリがあるので、そこでたくさん練習して墜落してもねいろいろとリスクがないので、たくさんシミュレーターで練習してからこういう環境で飛ばすとめちゃめちゃかっこいいドローン表現ができると思いますので、攻めた表現は、リアルではやらずに一旦シミュレーターで失敗してから飛ばすことをお勧めしたいと思います。はい、なので皆さんのね FPV ドローン表現見れること楽しみにしていますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイチャー。